今回はですね、エキノドルス特集ということで、エキノドルスメインのというか、もうほぼエキノドルスしか使わないです水槽です。今回ちょっと化粧砂とそれで仕分けするんですけど、先にちょっと流木軽く置いて、前から何センチぐらいで仕分けようかなと考えてます。10センチぐらいですかね、今回は。だいたい想像で10センチだとこれぐらい白くなるなっていうのをなんとなく想像してどうしようかなっていう。例えばここで10センチで仕分けるとここソイルになるんですよね。ここソイルになる。なんでここも植物植えられるなとか、もうちょっと下げるとここまで化粧砂になっちゃうなとか、ちょっと前にすれば、中茎をたくさん植えられるなとかで、今回ほぼエキノドルスでいくんで結構中茎層もでかいんですよね。そうするとあんまり前にしすぎると圧迫感が出ると思うんで、ある程度ちょっと取ってリバーサンドですね。はい。90P だとパーサンドの M を6リットルで程度なんですけど、今回化粧砂使ってるんでその分減らしてもいいんですけど、後ろ全部エキノドルスにする予定なんで、エキノドルスの見張りを考えて、あと栄養吸収考えて全部入れます。アマゾニアサプリメントですけれども、基本的にはですね、9リットル1袋に1つついてて、60P で、全部使って規定量になってるんですけれども、これは結構栄養量が多いんで、水草の量とか種類とかによって調整した方がいいです。減らした方がいいです。化粧砂の範囲が広い水槽とか、あと要はですね、根っこからの吸収が多い草はこれ入れた方がいいですね。なんで葉面吸収が盛んな草が多い場合はこれを減らした方がいいと思います。例えばピンナテビだとかシダとか葉面吸収ばっかりなので、今回ステーション厚めにだから3ぐらいかな、2.5 ぐらいかな。仕分けするときはこの仕分けのところをソイルと化粧砂で押さえる、最初に押さえるとやりやすいと思います。化粧砂をこうやって仕切りを作って仕分けるときは、ソイルと化粧砂の高さを大体同じか、同じぐらいにしておいておけばいいです。もしくは気持ち化粧砂が高くてもいいんですけど、これ引き抜いたときに高さが違うと崩れちゃう。で抜くときなんですけど、真上もしくはちょっとソイルの方に押す今これ砂がね湿ってるからすごい
壁で場所によってはこうやって後ろからちょっと土留めするといいと思います。ありがとうございます。この敷き分けるときにどうしても石で、境を作らなきゃいけないんだけど、それが並んじゃうとどうしてもカラーになるんで、こう石がないところに作りたいということが見えてると思います。今ここが割とね揃ってるんで、こう一直線にどうやって前後入れ込ませるかっていう、どこを出してどこを引っ込めて入れ込ませるかっていうのを考えてると、もう今植栽のことも考えてるんですけど、要はエキノドロス種類によっては根っこが結構スカスカになるんで、その前に石があるべきなのかどうかとか、川砂利みたいな境目をこれを乗っけて仕切りを作るというのをちょっと考えてて、悩んでたのはこの砂利をどこに入れるかっていうのをもうすでに、例えばこことか満天石で閉じるか砂利で閉じるかとか考えてたりとか、そういうのもちょっと逆にここを今満点置いてるけど開けて砂利にするかとか、そういうことを考えてました。エノドロスは確実に低床に依存するので、低床の要素に依存するので、なるべく厚くしてメタリをした方が。後ろは全面ウルガイリス、細葉の緑のテープ状のエキノドロスをバーッと入れてって、そこに色を3箇所ぐらい入れるというイメージですね。で今その場所に今串を打ってます。最初に打った3本、これとこれとこれは、印象の強いエキノドロスの位置で、これは空間の位置ね。でラチホは大体ね、分かんないけどこういうふうに道を作る感じなんで、こことここは別種が取ります。別種が、
ペア、オパックスほどじゃないですけど、小型、中型種かな。キンドルス・ラチフォリウス。ただ、テネルスとラチフォは、ちょっと前にヘランチューブ族にね分けられちゃったんですよね、別の族に。なんで、エイノトルスじゃないんですけど、同じオモドカ科で近い種類。ちょっと今回はちょっと表現優先して使います。もうラチフォないよね。